来月、あなたのガソリン代が月2500円上がるのだ。原因は、ペルシャ湾の向こう側にあるのだ。ずんだもん先輩、ガソリン代が月2500円って、それって年間3万円の話ですよね。何がそんなに急に動いたんですか？イラン戦争が5週目に入ったのだ。ブレント原油は115ドル付近、WTI は100ドルを突破。マーケットウォッチによると、米国株先物も週明け急落していて、投資家たちが、この戦争は思ったより長引く、と気づき始めたのだ。今日は、なぜここまで原油が上がったのか、そして日本の僕たちの財布にどれだけ直撃するかを徹底的に掘り下げるのだ。イラン戦争が5週目ということは、もう1ヶ月以上続いているんですね。でも、なんでそれが今更急に株価や原油に影響してるんでしょう？最初から分かってたことじゃないんですか？鋭い質問なのだ。最初の1、2週間、市場はすぐ終わると楽観していたのだ。でも今は違う。ニューヨークタイムズによると、イスラエルがテヘランの周辺インフラへの空爆波状攻撃を実施。イランを報復に出た。さらにイラン議会議長は、トランプ政権は表では外交を装いながら、裏で地上侵攻を計画していると激しく非難したのだ。表では外交、裏では地上侵攻計画。それが本当なら、停戦の見込みがないということですよね。でも、パキスタンでは平行交渉を仲介しようとしているとも聞きましたが、それは違う動きなんですか？チャンネル、ニュース、アジアによると、パキスタンはイスラマバードでの米イラン協議の場を設けようとしているのだ。ただし、米国とイランの出席に同意したかは不明とも報じられていて、まだ机上の空論に近い状態なのだ。実は、これは2003年のイラク戦争前夜とよく似た構造なのだ。当時も、外交解決の余地ありと言われながら、実際には軍事行動は取らなかったのだ。もう一つ重大な事実があるのだ。レバノン南部では国連平和維持部隊、いわゆる国連 PKO 部隊の兵士が1名死亡したのだ。ナシオンが報じた通り、イスラエルとヒズボラの戦闘に巻き込まれたのだ。紛争がイランだけではなく、レバノン、そしてホルムズ海峡全体に広がりつつある。これが市場を震撼させている本当の理由なのだ。正直、聞いてて怖くなってきました。でも先輩、ちょっと待ってください。ホルムズ海峡って、よく名前は聞くんですが、実際どれだけ重要なんですか？ホルムズ海峡は世界のガソリンスタンドの蛇口みたいなものなのだ。世界の原油輸送量の約 20%、日本の原油輸入の実に9割近くがここを通るのだ。想像してほしいのだ。もし近所のスーパーの仕入れルートが1本しかなくて、その道路が封鎖されたら棚が空になるのと同じことが石油市場で起きているのだ。ではなぜ今、価格がここまで急騰したのか、3段階で掘り下げるのだ。まず表面の原因。イスラエルがイランの港湾インフラを空爆したのだ。これで輸送リスクが一気に跳ね上がった。次に実はもっと深い原因。市場は当初、2週間で停戦、と予想していたのに、5週目に突入したことで、この前提が完全に崩れたのだ。そして構造的要因。これが一番怖い話なのだ。BBC やロイターは、産油国の増産油力が限界に近い。と報じているのだ。サウジアラビアなど OPEC プラスはすでにフル生産に近い状態で、イランの供給が滞っても他の国で穴埋めできない構造になっているのだ。マーケットウォッチはこれを供給ショックと需要堅調の最悪の組み合わせと表現していたのだ。でも先輩、それって逆に変じゃないですか？アメリカはシェールオイルを持ってますよね。なんでアメリカが増産してイランの穴を埋めないんですか？それがまた皮肉な話なのだ。米シェール企業は増産できるのだが、戦時中に大規模投資をするリスクは取りたくないのだ。それに、シェール油田を稼働させてから実際に生産が増えるまでには3、6ヶ月かかる。つまり今すぐ価格を下げる魔法の玉はないのだ。ここが2022年のウクライナ戦争直後と全く同じ構造なのだ。あの時も、すぐ解決する、という楽観が崩れた時、原油は一気に130ドルを超えたのだ。2022年のウクライナ戦争の時って、日本でもガソリン代がすごく上がりましたよね。あの時政府が補助金で抑えてましたけど、今回も同じことができるんですか？そこが今回のポイントなのだ。2022年は日本政府が燃料補助金を使って1リットルあたり約25円抑制したのだ。あの補助金の総額は年間7兆円規模だった。今回、もし同じ規模の補助を出せば財政は悲鳴を上げる。補助がなければ、いよいよ僕たちの財布への話になるのだ。具体的に計算してみたのだ。ブレント原油115ドルは、補助金なしなら日本のガソリン価格を1リットル約18円押し上げる。月50リットル給油する一般家庭なら月900円増。だがそれだけじゃないのだ。電気代も上がる。LNG。つまり液化天然ガスの価格も連動するので、電気代は月平均1400円増の試算になる。
合わせると月2300円。年間で約27,600円の負担増なのだ。月2300円。私の世代、20代には住宅ローンはまだないですけど、車持ってたら地味に痛いですね。先輩、地方の人とか、もっとひどくないですか？その通りなのだ。地方は車社会で、月の給油量が都市部の2倍以上になるケースもある。例えば月100リットル給油する東北や九州の家庭なら、ガソリンだけで月1,800円増になる。電気代と合わせると月3,200円増。年間38,400円だ。これは旅行を1回キャンセルする水準の追加支出なのだ。それが来月から静かに家計を蝕み始めるのだ。私はですね、正直ここで言いたいんですが、メディアってどこも影響が出るかもっていうだけで、じゃあ具体的に自分は何をすべきか、全然教えてくれないじゃないですか。ずんだもん先輩は今の状況、どう見てるんですか？個人的に。正直に言うのだ。僕はこの戦争、後に3ヶ月は終わらないと見ているのだ。根拠は、イスラエルがレバノンのさらなる領土を掌握すると宣言していること、そしてイラン議会の強硬派が外交は欺瞞だと国内向けにアピールしているからなのだ。和平交渉が机上の空論のうちは、原油の高止まりは続く。BBC と NYT の報道姿勢を比べると、BBC は外交解決への道を強調し、NYT は地上侵攻の現実味を前面に出していて対照的なのだ。ここまでの流れを整理するのだ。イラン戦争5週目で市場の楽観が崩壊。ブレント原油115ドル突破。ホルムズ海峡リスクが高まり、増産余力もない。日本の一般家庭は月2,300円。地方では月3,200円の負担増になる可能性があるのだ。では、これからどうなるのか、2つのシナリオが待っているのだ。動画の最初に、ガソリン代が月2,500円上がる、と言ったのだ。でも正確には、これはシナリオ次第なのだ。今の115ドル水準が続くなら2,300円増。もし地上侵攻が現実になって130ドルを超えたら3,500円増になる。冒頭の2,500円は、中間の現実的な数字、だったのだ。シナリオ A は、外交解決、なのだ。パキスタン仲介の米イラン協議が成立し、1、2ヶ月以内に停戦ロードマップが動き出す。この場合、原油は90ドル台まで落ち着き、日本のガソリン代はむしろ年内に落ち着く可能性がある。シナリオ B は、泥沼化、地上侵攻、なのだ。米軍がイランへの地上作戦に踏み切り、ホルムズ海峡での衝突が現実になる。この場合、原油130、150ドルで夏を迎え、日本の電気代は来年の冬に向けてさらに上昇する。3ヶ月後、シナリオ A と B どっちになってると思いますか？先輩の予測を聞かせてください。正直、今の情報だと6対4でシナリオ B に傾いていると思うのだ。イスラエルの領土掌握宣言とイラン強硬派の勢いを見れば、外交が動くには相当の圧力が必要なのだ。でも、歴史は意外な展開を見せることもある。1ヶ月後に答え合わせしたいのだ。みんなはどっちだと思う？コメントで、A か B だけでいいから教えてほしいのだ。今日のまとめなのだ。イラン戦争5週目。ブレント原油115ドルは市場の楽観崩壊の結果なのだ。日本の家庭への影響は月2,300、3,500円。放置すれば年4万円近い追加負担になる。和平か泥沼か。分岐点は目の前なのだ。毎週月曜は週初マーケット展望をお届けするのだ。来週も世界の経済と日本の家計をつなぐニュースを一緒に見ていくのだ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくなのだ。